はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、割安で高配当、おすすめ銘柄その2と題してお送りいたします。はじめは、太平洋工業、証券コード7250についてお話しします。太平洋工業は、自動車部品を製造する企業であり、タイヤバルブやバルブコアで世界首位を誇っています。3月18日に業績の上方修正が発表されました。それによると、今期の連結最終利益が前年比 30% の増益となり、過去最高益を更新する見込みです。合わせて33円の増配も発表されています。これを受けて株価が急騰しており、1週間で 20% 以上の上昇となりました。それでも PR は7倍、PBR は 0.7 倍ほどで、まだまだ割安感があります。増配の発表を受けて、配当利回りは 4.5% 程度に上昇しました。それでも配当成功は 30% と十分余裕があります。チャートを見ると、じわじわと右肩上がりで来ていたのが、ここ数日で一気に上昇しています。この急激な上昇が、権利確定前の一過性のものなのか、見極める必要がありますね。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1730円に対して、目標株価は1635円で、マイナス 5.49% の下落見込みです。AI は現在の状況を上がりすぎと判断したようです。次は NS ユナイテッド海運、証券コード9110についてお話しします。NS ユナイテッド海運は、鉄鋼原料の運搬や不定期船を業務とする準大手の海運会社です。直近の決算発表によると、第3四半期の決算はかなりのマイナスとなったものの、通期の業績見通しは前年比で 17.3% の増益が予想されています。なお、配当も当初の180円から220円へと40円の増額が発表されました。海運株は日本郵船や商船三井など、昨年はコロナ渦で高騰していた運賃も落ち着き、今年は軒並み月収減益です。株価の推移を見ると、コロナ後の高値から下落する場面もありましたが、今年に入って最高値に並ぶ値をつけました。PR は7倍、PBR は 0.8 倍ほどで、配当利回りは 4.3% 程度と、まだまだ割安感があります。配当成功は 30% と、こちらも十分余裕があります。現在の国際情勢は、中東やウクライナ周辺との輸送は危険が伴いますが、この企業はアジアやインド、オセアニアが主力であり、それほどのリスクはないものと予想されます。自己資本比率も上昇し、財務内容も安定しています。AI による株価の予想ですが、データが少ないため数値の提示はできません。権利確定後の株価の動きを注視したいですね。最後は iPhone、証券コード6718についてお話しします。iPhone はインターホンシステムの製造販売を手掛ける企業であり、国内トップのシェアを誇っています。アメリカのスマートフォンではありませんよ。2月に公表された決算情報によれば、24年3月期第3四半期累計の連結経常利益は、前年度期比 83.9% 増の 45.1 億円に拡大しました。しかしながら、通期の連結経常利益を従来予想から 17.7% 下方修正し、増益率も 22.4% に縮小する見通しとなりました。同時に30円の増配が予定されています。PR は14倍、PBR は 0.8 倍ほどで、配当利回りは 4.2% と割高感はありません。配当成功は 57.5% とやや高めとなっていますが、自己資本比率はとても高く、有利子負債もほぼゼロと言えます。株価は3月に入ってゴールデンクロスを経て、高値を更新しようとする動きが見られます。それでは AI による株価の予想です。現在の株価3095円に対して目標株価は3130円で 1.1% の上昇余地があります。 AI は現在の株価を妥当な水準と見ているようです。今回も引き続き割安高配当株を紹介しました。高配当株は配当落ち後の値下がりが大きい場合もありますが、配当利回りが高いほど下値は限られています。今回の3銘柄は
いずれも割安で増配期待もあるため、すぐに上昇基調に戻ると考えられます。まだまだ割安高配当株を発掘して、皆さんにお知らせしたいと思いますので、期待していてください。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。